どうもこんばんは。日本酒エンジョイチャンネルのまちゃるです。いつもチャンネルをご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、美味しい熱燗の作り方についてご案内をしていきたいと思います。熱燗はですね、最高です。もう一回覚えたらね、もう癖になります。そしてこの旨味を知ってください。ぜひとも皆様にその喜びを知っていただきたい。はい、ということでですね、今日の動画もぜひ最後まで見てくださいね。はい、ということでですね、今日は美味しい熱燗の作り方についてご案内をしていきます。はい、ですね、美味しい燗酒を作るためにはですね、要点をまずね、覚えなくてはなりません。ということですね、その3つのポイントをですね、要点絞って、お話していきたいと思います。1つ目のポイントなんですけれども、1つ目のポイントは温度になります。温度はですね、幅広い温度があり、こうやって温めても楽しめるお酒というのは世界をとっても世界見ても少ないものになりますね。はい、その温度別によってですね、個性と旨味、そして味わい方が変わってきますので、一番最初にその温度についてご案内をしていきます。で、2つ目のポイントなんですけれども、2つ目のポイントは作り方ですね。その個性を知っても、温度の呼び方を知っても、作り方を知らないと話になりませんね。はい、ということで、作り方についてご案内をしていきます。作り方は最も簡単である、家庭でもできる電子レンジでの調理の方法、そしてですね、当店でもしている湯沸かしポットでの作り方についてのご案内になります。はい、ということでね、次は3つ目。3つ目の要点なんですけれども、3つ目の要点は、ですね、飲み方です。はい、美味しい熱燗が、美味しい熱燗ができた。さあ、じゃあそれをどうやって飲むか、その味わい方についてですね、ご案内をしていきたいと思います。それでは1番目の話からどうぞ。はい、ということでですね、今日は美味しい熱燗の作り方について、ご案内をしていきたいと思うんですけれども、熱燗といってもですね、温度別にですね、呼び方が違っております。そしてそのですね、温度によってですね、味わいっていうのもですね、全然変わってくるんですよ。でその呼び方はですね、覚えなくても、大丈夫かと思うんですけれどもですね、ぜひともですね、その温度によって味わいが変わるっていうところをですね、ぜひともですね、覚えていただきたいんですよ。ですね、では細かいところなんですけれども、呼び方についてお話をしていきたいと思います。30度からですね、35度のところを日向燗と言います。で、35度から40度のところを、人肌燗と言います。で、40度から45度、こちらをですね、上燗と言います。で、45から50度、こちらを熱燗と言います。で、皆さんがですね、よく熱燗って言っているのは、実は、この温度のことを指してるんですね。なので、基本的に熱燗という温度は50度のことを言います。で、50度以上になってくるとですね、それはもうとびきり燗となってきます。で、アルコールの揮発は78度から起きてきますので、それをですね、もう1分半温め続けたらもう煮切り燗というて、もう酒が飛んでしまいますので、はい、熱燗ですね、この後やっていくんですけれども、結局ね、温度高めても50度ぐらいが一番バランスがいいのかなとは私は思っております。はい、次はですね、では早速作り方について話をしていきますね。はい、ということでですね、湯沸かしポットでの作り方をご案内していきたいと思います。この作り方はですね、広島の酒蔵の社長に教わった最も効率的で最も早く、そして美味しい調理の方法になります。ですね、まず用意するものなんですけれども、まずお酒ですよね。お酒がないと始まりません。で、お酒の選び方なんですけれども、お酒の選び方は、純米酒って書いてあるもの、あるいは本醸造って書いてあるものあたりが、マストなのかなと思います。吟醸酒とかですね、それとかですね、大吟醸って書いてあるものはあまり良くないかなと私は思います。あまり私は燗酒大吟醸とか吟醸酒はやらないですね。吟醸って言ってもその呼び方だけなんでですね、吟醸だから絶対燗酒がダメとかそういうことはないんですけれども、でもやっぱり向くのはね、こういう純米酒って書いてあるものの方が一番合いますね。はい。で、値段もね、高くないのがいいです。はい。そういう庶民的な、お酒の方がね、燗酒には向いてたりします。で、お酒がまず必要ということで、次に必要なのはですね、チロリです。このチロリはね、もうなかったら電子レンジの方がいいんじゃないですかね。はい。もし、チロリはね、でもないと思うんですけれども、ホームセンターとか行ったらね、意外と売ってたりしますので、はい、ぜひ見に行ってみてください。意外とあったりしますので、はい、で、チロリはですね、お酒を温めるための道具です。で、その温めたお酒を入れる、おちょこととっくりが今度は必要になってきます。はい、このとっくり陶器性はね、特にいいですね。温めたお酒が、冷えにくいという特性を、陶器のとっくりは持ってますので、ぜひともおすすめです。で、おちょこなんですけれども、おちょこね、例えばここに何種類かあるんですけれども、こういう
広がっていくおちょこっていうのはあまり良くないですね。香りをね、ダイレクトに変えてしまうと結構きついので、はい、おちょこに関しては、こういう先のすぼまって、香りがあまり広がらないタイプの方がいいと思います。はい、ワイングラスとかはまあ持ってのほかですよね。ワイングラスじゃない方が絶対いいですね。はい、缶酒はやっぱりこういう小さな、おちょこで、香りが広がらないタイプっていう方がおすすめです。じゃあ実際にやっていきたいと思いますね。あ、そう、伝え忘れてました。もし、ですね、あったら便利なのは温度計ですね。これはまあ天ぷら用とかに使う温度計なんですけれども、これがすごく、便利だったりします。でも、この温度計はあくまでも指標で、これもですね、温度がね、すぐ上がってこないんで、結局ね、自分の感覚で見た方が一番いいですね。じゃあ早速やっていきますね。じゃあお酒注いで、自分の飲みたい量をね、小分けして飲むといいかと思います。適当に今注ぎました。でね、あらかじめこのおちょことトップクリーンですね、お湯を注いでおくと、温まったお酒が冷えることがないのでいいと思います。はい。で、温め方はとっても簡単。このほかほかにね、温まったポットにこのチロリを入れるだけ。で、これでね、90ミリぐらい入れてても、1分もしない間に、常温だったらもうすぐ温まります。熱燗出来上がります。で、これは今、10度ぐらいだったので、それでもすぐできますよね。でね、これで手で温度をね、測っていってください。結局ね、手でね、感覚をね、確かめていった方がいいんですよね。で、手でね、って言っても手に温度計ついてるわけじゃないんで、そこでやっぱり必要になってくるのがこの温度計です。はい。でも、温度計は、このご覧の通り、少しずつしか温度が上がっていかないので分かりづらいんですよね。なのでやっぱりね、これである程度自分の感覚の温度が何度かなーっていうのが分かるようになってきたら、これは全く必要がないです。でね、今36度です。これぐらいの温度がね、一番旨味がね上がって美味しいんですよ。少し余談になるかもしれないんですけれども、生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは赤ちゃんは母乳のミルクしか飲まないんですよね。というのもですね、母乳というのがね、一番ね、旨味があるんだそうです。はい。旨味を感じられる温度で出てくる。人間の体温で出てくる。だから母乳っていうのは一番美味しいらしいですね。はい。これで味わってみたいと思います。このぐらいの温度だったら、香りは穏やかで、ほんの少しですね、穀物由来の香りが上がってくるかなという程度です。最高。大吟醸とか吟醸酒ではないね、奥深い旨味を感じることができます。最高ですね。で、これがね、50度ぐらいになってくると、またね、全然違う温度になってくるんですよ。で、これでね、温度を見ることもできますし、ある程度ね、外したり、つけたりしながらですね、温度を見ていってください。で、この手のセンサーでやるのがやっぱり一番いいですよ。もうこれね、今、もう持てないぐらい、チンチンに熱くなってますので、もうこれはもう、50度を超えてるなって感じですね。で、温度が上がってるとな、こんな感じで、温度センサーも上がり方が早いです。もうどんどんあっという間に、50度を超えました。温度上昇が緩やかになってきたので、やっぱりこれは50度ぐらいだと思います。50度ぐらいのね、お酒だったら、さっきよりね、香り、辛みがね、きつくなった感覚が、香りからも感じ取ることができます。で、50度あたりからもっと顕著になってくるのが、この辛みですよね。もっとさっきよりかなり辛い感じが出てきます。でも最高幸せですね。缶酒最高。もう冷えた体を温めるのはやっぱ缶酒ですよね。で、この50度ぐらいのことを、熱燗って言うんですけれども、さらに上がった温度のことを、とびきり燗と言いますね。もうとびきりに熱いということでとびきり燗です。もうやけどしそうなぐらい熱いです。もう全く持てません。はい。なんとか持てるぐらいの温度のことを50度って言うんでしょうね。はい。もう持てないぐらいの温度。これ、もう温度計60度超えましたね。
これもう70度ぐらいいってると思います。アルコールが揮発する温度が、65度と言われてますので、もうこれはですね、少しアルコールも若干飛んでるような状態ですよね。アルコールが飛ぶのに1分30秒とか言われてるんですかね。はい。なのであんまりね、飛ばさない方がやっぱりいいですよ。アルコールに旨味とか含まれてますからね。きついです。もうこのぐらいの温度になってくるときついですね。もうこのぐらいになってくるとですね、旨味っていうよりも、もう辛みがね、ドカーンと出てきますので、はい。やっぱりね、缶酒は高くても50度かなと思いますね。50度ぐらいでいいかと思います。50度ぐらいが優しくて飲みやすくて美味しいです。50度ぐらいをおすすめします。高くても。でも、旨味を味わうんであれば40度、それ以下の、30度の日向缶から40度までの温度をおすすめします。で、次の作り方は、レンジですね。はい、そしたらですね、自宅にやってきました。自宅でやることは電子レンジの温め方ですよね。電子レンジで手軽に、簡単に温める方法を、お伝えしたいと思います。では、電子レンジの方に行きましょう。はい、では電子レンジのところに来ました。おおよそ1合入ってるんですけれども、この中に、1合で1分と2分っていうのを試していきたいと思います。では、1分回していきます。はい、上がりました。今1分回したところですね、1分回してみると、人肌のような状態になってます。人肌よりちょっとぬるめかなって感じですね。35度ないぐらいでしょうか。日向缶から35度ぐらいの間かと思います。でもいい頃合いですね。ちょっと試し飲んでみます。この温度。このぐらいの温度がね、ちょうどいいんですよね。やっぱ口で飲んでみても、口の方がね、敏感なんですけれども、口で飲んでみても、甘みがね、一番ふくよかな温度になっていると思います。はい。これはこれでいいんですけど、でも体を温めるんだったら、やっぱりね、50度ぐらいに持っていきたいですよね。ということで、もう一回回していきます。はい、では次2分目ですね。2分目なんですけど、ちょっとわからないかもしれないんですが、結構ね、もう湯気が上がってます。で、持ってても、結構あっちっちいですよね。あまり持てません。もうこの温度は、50度過ぎてると思います。50から55度ぐらいの温度だと思います。いい温度ですね。これが熱燗という温度です。試しに飲んでみますと、香りもね、もう上がってきます。50度までいくと香りがかなり上がってくるんですけど、もうそういう温度になってますね。辛みがかなり上がってきました。もうこの缶酒はね、このようにね、もう温度で全然違うんですよね。でも体を温めるんやったらこのぐらいの温度、それかもっと熱い温度でもいいような気がします。でも体温めるんやったらもうこれいいですね。最高に染みます。はい、ということですね、今日は美味しい熱燗の作り方を説明していきましたが、3番目の最後のポイントになりますね。飲み方というところなんですけれども、熱燗のお酒はですね、体内の血液の温度に近づくということですね。酔いやすくなります。それは間違いないです。なのでですね、熱燗を飲むときはですね、飲み方を考える必要があります。熱燗を煽るように何杯も飲むと、それはかなり危ないです。はい、なので、そういうことはやめてください。熱燗を飲むときはですね、ゆっくり味わいながら、こうですね、その飲んだお酒をですね、こう体内でじわーっと温まっていく感覚、その感覚をね、味わっていくと、すごく贅沢な気分になりますので、そういう感覚でね、ゆっくり飲んでいただけると一番いいかなと思います。そしてそこに必要なのはお水です。はい。熱燗を飲む時だけじゃなくてですね、お水はね、やっぱりすごく大切だと思います。はい。ぜひですね、お水と一緒に飲むことによってですね、体内での、循環がですね、緩やかになり、翌朝もすっきり起きられ、美味しくお酒を飲むことができると思いますので、ぜひともですね、熱燗に、熱燗だけじゃなくてですね、お酒を飲むときはぜひお水を一緒に飲んでください。そうすることによってですね、美味しくお酒をね、これからもずっと飲むことができると思いますので、お水と一緒にですね、ぜひ、飲んでください。はい、ということで今日の、動画は美味しい熱燗の作り方、そして飲み方についてのご案内でした。今日の動画はいかがだったでしょうか。これからもですね、日本酒エンジョイチャンネルでは日本酒の奥深い世界、美味しい世界を、これからもどんどん、ピックアップして発信していこうと思っておりますので、今日の動画はね、もしいいねとか、これからもいろいろ見たいなっていうことでしたらですね、グッド評価ボタン、そしてチャンネル登録ボタン、ぜひよろしくお願いします。わからない点とか質問などございましたらですね、コメントのところにですね、もうお気軽に書いていってください。何でも答えていこうと思っておりますので、はい、ということで今日もチャンネルご視聴本当にありがとうございました。それではバイバイ。